皆さんこんにちは。今日は久々に日記の書き方についてお話ししていこうと思います。私のチャンネルの中で一番再生されている動画が日記の動画なんですが、数年前に撮影したものなので今回はリメイク版という感じで撮影しています。特に大きく変わったものっていうのはないんですが、新しい年になって何か始めたいなという方のためにもう少し分かりやすく説明を加えてお話ししていこうと思います。まず私が使っているノートが無印良品の英語方眼ノートになります。これのいいところはですね、ページ数が30ページしかないので一冊終わらせられる達成感があったり、あとは私は紙を切り貼りすることが多いので、そういう時もあまりボリュームが大きくなりすぎないところが気に入っています。あとこれ1冊80円なんですよ。ものすごく安くて、で最近だと無印良品だけではなくてローソンさんでも購入ができるようになってきたので、かなり手に入れやすいノートなんじゃないかなと思います。ペンは私はジェットストリームというボールペンを使っています。これすごく書き心地が良くて価格も割と安いので気に入っているんですけど、以前の動画のコメント欄にジェットストリームは経年変化してしまうから日記に向かないよっていうのがあって、でもし長期間日記を保管して見返したいよっていう方はこういった万年筆を使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ジム吉とかに行くと割と数百円とかで購入ができるので、そういうものから試してみるのもいいと思います。具体的な日記の書き方なんですが、私はルールを2つだけ設けています。1つ目は日付を書くこと。私は西暦、月、日にちを並べて番号のように書くのが好きなので、こうやって書いています。日付を書いたら下に書きたいことを好きなだけ書いて、2つ目のルール、一番下に線を引いて区切りをつけるっていう風に書いています。昔は食べたものとか睡眠時間とか結構細かいことを書き留めていたり、1日1ページは必ず埋めるみたいな感じで、どのくらい書かなきゃいけないっていうルールを設けていたので、なかなか続けられなくて、で今は好きな時に好きなだけ書けるように、この2つだけルールを設けるようにしています。具体的に日記に書いていることっていうのが主に3つあります。1つ目は思い出です。これはもう日記の醍醐味だと思います。最近はですね、結構写真とか動画に収めて、で後でアルバムを見返したり YouTube にして記録に残すっていう形で思い出っていうのが残りつつあるんですけど、撮影しきれなかった出来事とか、あとは思い出の品が残った時に日記に書いています。例えば映画の半券とか友達と撮ったプリクラとか、なんか捨てられないけど使い道は特にないしなみたいなものを日記に貼ることで思い出が消化された感じがして、そういう形で日記に記録を残しています。思い出のもの捨てられないなみたいな人、日記に貼ってみるっていうのおすすめです。2つ目は自分自身の感情を書いています。これは自分の精神状態を客観的に知りたいなと思って始めたものになります。私は精神科に通っているんですけど、結構気分の浮き沈みが激しくて落ち込んでしまう時期とものすごく元気な時期っていうのが交互に来ます。で落ち込んでしまう時期が来ると前回どうやって回復したのかっていうのが思い出せなかったり、
あとはものすごく元気な日に診察があって先生に落ち込んだ日のことを思い出せなくて相談ができなかったみたいなことも結構あるんですよ。で本当に人ってその日の感情で思うこととか思い出せることっていうのが変わってくるんだなっていうのを実感したので、ちゃんと自分の感情を記録に残すことが大事かもしれないなということで日記を始めました。具体的にはもう本当に自分が思っていることをバーって書き出す。嫌なことがあったらもう嫌だったなっていうことをずっと書く。楽しかったなと思ったらもう楽しかったっていうことをバーって書くっていう感じで書いています。久々に落ち込んでしまった時に日記を見返して過去の落ち込んだ自分から元気をもらったりとか、あとは落ち込んでる時は特に書き出すことでなんかこう誰かに相談した後のようなすっきりした気分になれることも結構あるんですよね。なのでもし私みたいに自分の感情について知りたいなとか自分のこともっと知りたいなという方は感情的な部分っていうのを素直に書き出してみるのも日記の使い方の一つなんじゃないかなと思います。そして3つ目は自分のやりたいことを書き留めています。これはですね、私の中ではあるあるなんですけど、ものすごく忙しい時に限ってあれやりたいな、休みに入ったらこれやっておきたいなみたいなのがあるのに、お休みになった途端に何をやりたかったのか思い出せないみたいなことが結構あるんですよ。なので私は日記にやりたいことがあるけどすぐにはやれないなっていうものを書き留めておいて、暇になった時に見返してこれやっておこうかなっていう風にしています。特にうつ状態だったりするとすごく好きなものとかハマっていた趣味とかにも興味を持ちづらくなってしまうので、お休みをいただいた時にものすごく手持ち無沙汰になってしまうんですよね。なので自分が興味を持っていたものっていうのを思い出すっていう意味でも、少しでも自分が興味を持てたものっていうのは記録に残しておくのは大事なのかもしれないなと思います。最近だとタスク管理をしてくれるアプリなんかもあるので、スマートフォンに記録を残しておくのもいいと思うんですけど、何か記録に残すっていう習慣がないよっていう人は日記帳をもう何でもノートみたいに使っていってしまうのもいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後に私が一番大切にしているルールっていうのがあって、それが日記の中身は誰にも見せないということです。日記を書く目的は人それぞれだと思うんですけど、私の場合は自分の本音が吐き出せるようになることが一番の目的になっています。なので本音を書いたノートっていうのを誰かに見せることで見せた誰かを傷つけてしまったりとか、誰かに見せる体で日記を始めてしまうとなかなかやっぱり本音が吐き出せなくなってしまうので、そういう意味で誰かに日記を見せるっていうことはしないようにしています。ただ一個例外として自分の精神状態を確認してもらうために病院の先生に見せることがあります。病院の先生は診察っていう目的があるので私は見せてもいいのかなと思っているんですけど、そんな感じで私は日記を管理しています。はい、いかがだったでしょうか。久々に日記のお話をしたので自分も日記の目的を再確認できてよかったなと思います。新年なので新しいことを始めたいっていう人とか、あとは私みたいに自分のことをもっと知りたい、自分の精神状態をもっと知りたいよっていう人は100円くらいで気軽に始められる習慣なのでぜひ試してみてください。ここまで見てくださってありがとうございました。